ソロです。今回は最新話70話の考察をしていきます。この葉、崩壊なるのだろうか。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の69話では鹿丸がエイダにこの葉側につくように提案し終了していました。70話ではその提案に対してコードは黙っておらず、勝手なことをと焦っていきます。エイダは考えながら外の様子を千里眼で見ていき、鹿丸にそれを伝えていきます。鹿丸はびっくりし、エイダの左目を見て自己完結して納得していきます。未了中だというのにあの冷静さには驚いた。そこでアマドはイノの術で千里眼を説明していきます。千里眼だ、世界中のどこでも覗き見れる。しかしこの術ではこの会話は見えていなかったです。エイダは鹿丸の説得に応じていきます。木の葉と敵対視していく理由などないと。場面はカワキとスビレのシーンへ。辛い決断を迫られたんだよね、お互いに。この時にカワキは下を向いて少し考え込むような表情で割と反省してそうな顔でした。と思いきや自分の手のひらを見ていて、カーマの復活は自身が強く望んだ結果と言います。今頃7代目は死んでいた。初めてカーマの存在に感謝したよ、心の底からな。俺にはカーマが必要だ。スミレはそう思うのはあの人の思うツボとカワキに言い、カワキは驚いていました。今まで疑う余地はあったが考えもしない顔でしたよね。不自然ではないか。今までカラでのアマドの行いからも改造してきたのはアマドであり、カーマをつけただけでは普通。カワキのカーマにこだわるのはあの人自身のためと聞かされたカワキは飛び出していきます。その頃アマドはコードに拷問されており、鹿丸くんもう限界だ、ちょっと笑いました。鹿丸は冷静に、こらえろ、殺しはしない、お前が死んだらリミッター解除もクソもねえ。その前に、ショック死しちまいそうだ。ここも笑た。アマドのあの感じ演技ではなさそうですが、エイダはカワキがここへ向かっていることを知り、すぐ帰るとコードに言い出します。カワキはスクナヒコナで通気口を通り、急いでアマドの方へ向かって行っていました。コードは爪痕を無力化され、岐路を断たれることを恐れているのかと鹿丸が言いますが、エイダは肉親と大月は魅了は効かないとここで鹿丸に伝えてきました。鹿丸は当然この重要情報を今まで黙っていたことに対してキレていきます。アマドは言えば真っ先にコードと戦わせていたと言い、それのどこに問題があると言います。鹿丸に対して本性を出してしまいます。カワキに死なれちゃ困るんだよ。前回も死にかけた。ましてやエイダもいる。土壇場に来てアマドは言ってしまいます。ほかげでもカワキを制御できない。コード、カワキどっちが死んでも好都合だと考えるだろう。カワキやボルトがもっと力をつけてからでも遅くないと言った途端、アマドは拉致られました。鹿丸は影縛りで食い止めますが、エイダはデルタに助けを求め鹿丸に攻撃しました。あの無感情のデルタがエイダちゃんとか言い、あの乙女なのかわいいな。なんかエイダは嬉しかったわ、お誘いまた会いましょうと言い、爪痕で消えてしまいました。コードは鹿丸も報復リストに加えると言い、コードも爪痕で消えてしまいました。ここでカワキが合流し、アマドに話があると言いますが、爪痕で消えた後で少し遅かったです。ここからアマドはデイモンとも顔を合わせて驚き、拷問は再スタートしていきました。なんとアマドはコードに命乞いをします。解除する代わりに命を助けてほしいと。そしてついにコードはリミッター解除をしました。解除コード、ドレスコードはない。用済みのアマドは命乞いも虚しく、コードはアマドをやろうとして70話終了です。ついにコードがリミッター解除しましたね。案の定見た目も変わりかっこよくなりましたね。アマドはここで死んでしまうのかというところですが、結論は死にません。死ぬ場合であれば、ここの70話の最終コマはやられて終わるオチが妥当であると考えます。
ここでアマドがどうなるのか大きく分けて2つのパターンであるのが想像できます。やはりカワキがスミレからあの話を聞いた途端飛び出してアマドのところへ向かったところ、最後もう死んでるかもなとシカマルが言った後、何とカワキが反応しています。アマドを助ける義理はカワキにはないが、今回アマドのところへ行くシーンを入れている。このままアマドのところへ行くのは可能性としては高く、アマドを助けるではなくコードを倒す、その気持ちプラスアマドに用があるという条件が整って今の場面があると考えます。前回のコード戦では瀕死となっていたので、コードの元へ向かうシーンはなかっただけ。7代目の脅威は必ず倒すので向かうであろうというのがまず一つ。2つ目はやはりアマドがここで本性を出して行くというシーンでコードを止めるか。可能性としては低く、アマドのあの焦りようは本心であるのは伺えるが、反面今回の70話ではアマドの謎がそろそろ明かされそうな雰囲気も少し出てきました。鹿丸に本性が出ていたのとスミレのあの発言でカワキが動くところが伏線な感じ。あと5話くらいで分かりそうな感じ。そのためにももう少しアマドが本性を出すとき、結局のところこの2つが重なって物語は展開されそう。この派手の戦いではないのか。ここでカワキだけ行くのか、ナルサス・ボルも一緒に行くのかで大きく変わってくる。もしくはアマドを倒しこの葉へまた襲来。それだと展開は面白いが、アマドは重要人物。ただ青年編でこの葉は崩壊しており、少年編で崩壊はさすがにないだろうと言われていました。今回のコードの撤退を見る限り雪の場所で戦う可能性が高い。サスケも調査しているところ。そう考えると今いるカワキのところにナルサス・ボルが合流し、この4人で向かうのか。向かってしまったらナルサスは魅了と反射で間違いなくやられてしまいます。しかもリミッター解除コードがいるという地獄。ボルカワがリミッター解除に勝てない可能性もある。そろそろ覚醒イベントが近づいてきて参った。ボルトがそろそろ必ず覚醒します。それでリミッター解除はやられてしまい、カワキはアマドについていってしまう。それから青年編が始まるという流れか。コードは少年編で消えると思われます。コードが生きていると一向に青年編に進めない。成長過程でも爪音で来ちゃうから。シンプル。コードはここでボルカワの覚醒イベント要員、そしてアマドの本性イベント要員。白いカーマの代わりにカワキのカーマが今後また脅威となって青年編を迎えるであろう。次回の展開次第で物語の流れがある程度予測がようやくできるようになってきそう。皆さんはどう思いますか？コメント欄でみんなの考察楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想コメント、考察コメントぜひお待ちしております。